白内障の手術タイミングで一番大事なのは、もちろん白内障の進行度もありますけれども、早いかなって思われても手術していただく方が合併症が少なくて済むということで、認知症の予防になったりとか、性格が明るくなったりとか、活動的になったりとかする。アイドクター医療法人アメミオヤ江坂松岡眼科松岡俊之です。本日もどうぞよろしくお願いします。今日は白内障手術をするタイミングについて先生にお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。人はみんな年を取れば白内障になっていくと思うんですけれども、どのタイミングで手術をするのかっていうのを先生にちょっとお伺いしたいなと思っております。白内障だなって思ったらもう早くした方がいいんですか？白内障があれば私は早くした方がいいとは思っていますけど、患者さんの生活スタイルであったりとか手術への恐怖心とかがありますので、必ずしも白内障があるからといって皆さんに手術を勧めているわけではありません。白内障の手術タイミングで一番大事なのは、もちろん白内障の進行度もありますけれども、最近はね、白内障の進行度がそんなに進んでなくっても早期に白内障を手術する方がいいっていうような風潮にはなっていますけれども、患者さん自身のライフスタイルであったりとか、目の奥に他の病気があったりなんかすると慎重にならざるを得ないので、そういったところを含めて判断するということがほとんどです。基本的には患者さんが手術したいって言えば手術するスタンスっていうことにはなりますよね。本当にケースバイケース、患者さんのご要望を聞いた上で判断している。あまりほったらかしにしておくとちょっとつまずきやすくなったりとか、認知症が進んだりとかね。基本的には濁ってれば今の手術非常に安全になってますので、白内障の手術増えててね、やっぱり食生活の影響であったりとか、合併症っていうのが一番怖いので、若い方の白内障ってやっぱり何か頭打ったとか目打ったとかアトピーで目よく描いてるとか、逆にね普通の方の60、70の手術より非常に難しいこと多いんですよね。逆に柔らかすぎて核がほとんどなくてね、吸いにくくて下手するとその高脳破損っていうのをね起こしやすかったりするので、いつもの調子でやってるとあれっていうこともなきにしもあらずなので、若い方の方が非常に慎重になることの方が多い。基本的にはやっぱり白内障はもう見にくいなと思ったら早いかなって思われても手術していただく方が合併症が少なくて済むということでお勧めしております。先ほども出てましたけど、ちょっと光の眩しさが気になるなみたいな時ですよね。ちょっと運転に支障が出ますから早めにした方がいいですよね。メガネとかコンタクトでいくら矯正しても視力が改善しない時っていうのもやっぱり白内障の手術をした方がいいんでしょうか？おっしゃる通りですね。一つはもう白内障が原因で矯正視力、眼鏡をかけた視力ですね、視力が出にくい方っていうのは手術の適用だと思いますし、たとえ矯正視力が 1.2 とか 1.5 とか見えてても、濁りがあってご本人さんが見にくい、無視って霧の中で見るって書くんですけどね、そういった霞を感じていれば手術適用です。あとはですね、ちょっとこれは金銭的なことがあるお金の話になってくるんですけど、多焦点眼内レンズっていう便利なものが出てますので、最近はこの白内障の手術を白内障の濁りを取る手術ではなくって屈折矯正、要はすごい近視がある方を治してあげる手術であったりとかいうふうに位置づける先生方もいらっしゃいます。で、特にですね、最近よく流行っているのが、昔はレーシックだったんですけど、近視の矯正で最近 ICL っていうのが流行ってますよね。水晶体を取らずに眼内レンズを入れる手術なんですね。ただこれ40代とか50代でこれしちゃうと老眼になっちゃいますよね。そういった意味でまた60歳ぐらいになったらそれを引っこ抜いて新しい眼内レンズを入れてやらないといけないということで、非常に2度手間3度手間になるので、こういった方に対しては私は40代とかの方には積極的に多焦点眼内レンズ ICL 考えてるんですけどどうしましょうかって言われた時に、当院 ICL やってないので、もしあれやったらそのやってる眼科さん行かれたらいいですけど、私のスタンスとしてはちょっとあまりお勧めはしないというふうにお伝えしてます。白内障って比較的ゆっくり進行すると思うんですけど、すぐにでも先生に相談した方がいい症状とか、こういう時は絶対すぐやった方がいいよみたいなのってあったりしますか？
白内障の手術をするタイミングについては10年前、20年前ぐらいですかね。私が研修医の時だったか20年とか30年前だったら70歳80歳になってすごく視力が落ちた方がする手術というイメージでした。だから今でもまだ60なのになんで手術なんですか、私の母は80歳でしましたとか90歳でしましたとかおっしゃるんですけど、明らかにですね手術をする時期っていうのが早まってます。それは昔は白内障の手術1週間2週間入院する手術でしたと。今はもう完全に日帰りで手術時間も5分とか10分程度で終わる手術になってて、患者さんへの負担も非常に少ないんですね。日帰りの手術っていう位置づけになってますので、患者さんへの負担も少ないですし、手術後の成績も非常に安定してて、手術翌日から 1.0 にいる人もかなりたくさんいらっしゃいますので、そういった意味でダウンタイムも非常に少ないということで、早く手術しても全然デメリットではないんですよね。むしろさっきもお話ありましたけれども、緑内障の眼圧が2ぐらいね下がるんで、緑内障の治療にもなりうるっていうことでね、非常にいいことずくめなので早くしていただくに越したことはないと。唯一デメリットとしては患者さんの恐怖心があるっていうので怖いっていうのと、合併症のリスクがゼロではないと。2000例に1例眼内炎が起こるって、これも目薬をしっかりしていただいていれば問題ないですので、昔と違って白内障の手術をする時期が非常に早まってきてるので、60代下手したら50代40代でもやっていただいてもいい。であと屈折矯正の手術という位置づけにもなってきてはいるので、近視が強い方、遠視ですごくピントが合いにくい老眼が強い方とかも手術の適用に十分なり得るということになっています。なので少しでも不便を感じたら手術適用というふうに考えてますので、暗いところで見にくいとか、運転している時に対向車のヘッドライトが眩しいとか、日常生活でもちょっと老眼がきつくなって老眼鏡がなかなか合わない、なんか半年に1回作り変えてるとかいうのでも白内障の進行で度数が変わってきてる可能性がありますし、あとはやっぱりね見た目の問題とかもありますのでね、そういった意味でも非常に眼内レンズ取り替えてやるっていうことは目がリフレッシュされるっていうことなのでね、半分生まれ変わるようなもんですね。水晶体入れ替わることで目の見え方が本当に生まれ変わるので、よく刺激が入るということで認知症の予防になったりとか、性格が明るくなったりとか活動的になったりとかするっていう効果もありますので、早く手術してもそんなに損はないのかなと思ってます。ご自身のライフスタイルなどもありますから、まずは先生とご相談してどのタイミングでしていくかっていうのはしっかりお話がしていればいいんだけれども、やだな怖いなと思って眼科にも来ずほったらかしにしてるのが一番良くないっていうことですね。怖いっていうのが一番ですよね。やっぱり手術した方のお話を聞いてもらうのが一番です。当院では目の健康に関する情報を発信しております。またご質問などあればお気軽にコメントください。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。当院では公式 LINE にてご相談を受け付けさせていただいております。ご相談に対しては可能な範囲で回答させていただきます。オルソ、マイオピン等近視治療に関するお問い合わせに関してはこちらの LINE、 白内障に関するお問い合わせはこちらでお願いします。なるべく早急に回答させていただきますが、即答できるものではございませんのでご了承くださいませ。